検査に回す水はどのようにして採取されるんですか？検査に採取する水はですね、こちらのバケツを用いまして、この橋から投げ込みを行って採取を行っております。 TSMC の排水による環境への影響を調べるため、熊本市が川の水などの採取を担当しています。処理された水が、坪井川に、放流されております。その排水が河川にどういった影響を与えるかを含めて、排水の上流下流の監視を行っているところです。こちらがちょうど排水の下流にあたる地点になっております。年内の本格稼働を予定している TSMC 熊本第一工場。工場から流れ出る排水は、まず県や菊陽町の監視のもと、下水道法の基準内まで処理され、下水処理場である北部浄化センターへと送られます。下水処理場では県管理のもと、水質汚濁防止法の基準内まで処理され、坪井川へ放出。坪井川や有明海に流れ出た後は、県と熊本市が連携して水質を監視します。さらに今回は特別な対応も。規制項目としてですね、例えばその有害物質でいきますと28項目ございます。でそれだけではですね、なかなか県民の皆さんご心配ということで、今回規制対象外の物質についてですね、だいたい1万項目以上についてですね、モニタリングというような形で把握していくこととしております。法が規制する物質は水銀やカドミウムなど28項目ですが、今回は重金属18項目、有機フッ素化合物250項目、さらに化学物質1万項目についてモニタリングします。調査地点は TSMC 周辺の地下水や坪井川、有明海など13地点で、去年8月から定期的に調査を始めました。 TSMC 稼働前後の水質を比較することで環境への影響を調べます。これまで県でそのような多項目を調べるということってあったんですか？本県だけじゃなくてですね、全国的にも非常に珍しい取り組みになります。採取された水が送られるのが宇土市にある県の研究所。新型コロナの PCR 検査、夏に体調不良者が相次いだ轟の滝の水もこの研究所で調べられました。 TSMC による排水の影響を調べる部屋に案内してもらいました。大きなパイプのついた機械がありますけれども、ここでは一体何が行われているんでしょうか？河川水、地下水、それから海水ですね、現地から取ってきたサンプルをこちらの方に前処理という操作をしてセットしまして、でこちらの装置で実際に重金属の分析を行っているというものでございます。化学物質は大学の研究所で調べ、県の研究所では重金属がどれほど含まれているかを調べています。インジウムとかガリウムとかですね、そういった、環境基準にないような項目を測定しております。頑張ってですね、ぜひ今後のこの県民の皆様へのですね、情報提供といったところに貢献していきたいと思っております。では地下水量への影響はどうなのか。県は TSMC 近くに新たな観測井戸を設けていて、今後リアルタイムで水位の状況を県民に公開していく予定です。イメージとしては県のホームページを開いていただくと、その特定の井戸については今こういう水位になっている、例えば1年前がこうであったとかっていうことがですね、パッと分かるような形で、数字を出したいなというふうに思っています。また県は地下水を守る3つの原則を掲げています。企業に取水量を減らすよう求める取り組み、 TSMC は使用する水の 75% をリサイクルする予定です。龍門ダムの未利用水など地下水以外の水源の活用、取水した分還用する取り組み、以前は取水量の 10% を還用するよう企業に求めてきましたが、去年10月から
100% に改正しました。環葉とは雨や川の水が地下に浸透して地下水となること。白川中流域は阿蘇火山の噴火による火砕流などで形成された地層のため、隙間が多く水が浸透しやすい特徴を持ちます。特に田畑は水が浸透しやすいため、冬場に水を張るなどして人工的に環葉を行っています。環葉の重要な役割を担っているのが公益財団法人熊本地下水財団です。当財団に寄付をいただきますと、うちがやっている公益事業の中のその資金の一部にですね、その寄付をあてがう、寄付額に応じたこんだけの寛容ができたということを証明をして、で経営の報告の際に企業さんがそれをお使いになると。熊本地下水財団は TSMC 熊本工場の運営会社ジャスムと協定を結んでいて、ジャスムから財政支援を受け、地下水寛容のため田んぼに水を張ることに協力する農家に補助金が支払われます。最終的には支援額に応じた寛容量証明書が交付される流れです。大津町瀬田のこの一帯の田んぼでは地下水寛容のため冬に水をためることを去年から始めました。地下水を取水する半導体企業の集積が相次いでいることで、冬場の田んぼに水をためる寛容域を広げる取り組みを進めていて、地下水財団は昨年度それまでの 1.5 倍ほどに広げました。しかし今後も企業集積が進むと見込まれる中、寛容域を広げ続けることは可能なのでしょうか。昔みたいに、じゃあ水張りの場所が簡単に見つかるかって言ったらそうでも多分ないでしょうし、土地開発が行われて今まで農地だったところがコンクリートで覆われるとか、そういった問題も基本的には今後出てきますので、だんだん困難になっていくんだろうなというふうな印象ではあります。熊本地域の地下水取水量は年間1億6000万トンほど、うち工業用水は 14% ほどですが、半導体関連企業の進出などで今後どこまで広がるか分かりません。県は地下水調査に取り組むとともに、取水の大部分を占める水道水の節水も並行して呼びかけるなどして地下水を保全しようとしています。